おはようございます。たかしです。本日は1月9日火曜日、ただいま8時55分。それではポンド円とドル円の相場分析をやっていきましょう。最初にお知らせです。2月からノートメンバーシップとポストプライムのプライム会員価格の値上げをします。こちらの値上げは新規入会の方が対象です。サブスクにご興味があれば2月までに無料期間だけでもお試しください。では前半はポンド円、後半はドル円をやっていきます。まずはポンド円の日足からですね。現在はこの平行チャンネルの下限付近からの反発上昇になってきております。ただし、直近の動きを見てますと、レンジを作っております。現在高値が184円ぐらい、そのあたりが上値が重くなってきているところ、そして安値が 178.1 付近というこの白い水平線2本で挟まれた間でのレンジですね。ここ直近では GMMA の青帯を上抜けてきましたので、ここでサポートされればもう一段高になっていく可能性があります。その場合は、もう一つ上の白い水平線 186.771 このあたり付近までの上昇が考えられますが、もし上昇するにしても上値が重い上昇の仕方をしてくると思いますので、難しいトレードになってくると思いますので、その辺は注意ですね。現在はこの緑の平行チャンネルの下限から反発上昇しておりますので、もしかするとこの上限付近を目指して上昇してくるかもしれませんが、直近ではこの過去の高値、黄色丸の高値に現在ラインが引いてある184円というところが意識されている。そこを上抜けると次は187円付近までの上昇が考えられますが、今はまずは直近のラインを抜けられるかどうかというところに注目です。GMMA の青帯は上抜けてきましたので、ここで今値固めをしている段階ですので、この値固めが終われば次の上昇に向かっていくと思います。もちろん先ほど言いましたように白い水平線2本で挟まれた現在はレンジの中にいますので、そして現在レンジ上限ですよね。なので、ここからレンジ加減を目指して下落していくっていうことも十分考えられるんですが、まずは日足の GMMA を下抜ければその可能性が高まります。でも今は日足の GMMA の上にありますので、やはりもう一段高っていうところ、現在地付近でどう動くかっていうところを買い足で見ておきたい。ストキャスティクスは高値圏にありますので、基本的には上値が重くなってくると思いますので、もう少し現在地で揉み合うのかなと、今日明日ぐらいは揉み合ってきてもおかしくないと思いますので、昨日も分かりにくい動きしてますよね。ローソク足見ていただいても実体部分がほぼないんですよ。上にも下にも髭を出しているということは、その中で揉み合っていたということで、分かりにくい動きをしてきているということが分かりますので、本日明日も同じような分かりにくい動きをしてくる可能性がありますので、まずは昨日の高値、安値っていうところを意識しておくのが良さそうです。では、4時間足です。4時間足には緑の矢印のイメージを描いておりました。ただ、昨日の反発がちょっとタイミングが早いんですよね。できれば GMMA の青帯付近まで下落してきて欲しかったんですが、反発のタイミング早く昨日上昇してきておりますので、このまま上昇していくかもしれませんが、日足のストキャスティクス高値圏からデッドクロスしているので、もうちょっと、やはりもう一段下落ですね。本日もう一段下落して GMMA の青帯付近まで下がってきて、そこからの再上昇みたいな動きもイメージしておきたいですね。ただとは言っても昨日も底堅い動きをしてますので、現在地付近で揉み合いになってくるかもしれません。先ほど言った昨日の高値、安値を意識するということですが、まずは、昨日の高値がこのあたりですね。184.2 付近、昨日の安値が183円付近というところで、そのあたりでのレンジをまずは意識する。そのレンジを抜けた方についていくっていう考え方ですね。ただし、下抜けた場合はこれ今上昇トレンド中ですので、ちょっとそこは注意ですね。下抜けたからどんどん下がっていくっていう印象ではなく、基本的に大枠では緑の矢印のイメージですので、一旦押しをつけに行ったと考えるのが無難です。そして昨日の反発からこのまま上昇していった場合ですね、直近の高値っていうのがこの黄色丸の高値の184円付近になるんですが、ここを明確に上抜けてきた場合っていうのは、これ以前から言ってますが、緑のゾーンっていうのは揉み合いになる、もしくは分かりにくい動きをする、そして抵抗になりやすいところですので、ここでの動きには注目です。よほど強い上昇をしない限り、このあたりを超えてくるのは難しくなるかもしれませんので、急騰したと思ってもそれが騙しになって下落するっていうこともありますので、一度下がってくればそこからは次の上昇を考えたいんですが、このまま上がった場合はちょっと押しが浅すぎますので、もしかすると上がりきれずに下落してくるみたいな動きをしてくるかもしれませんので、その辺の動き注意ですね。では1時間足です。昨日の動きを見ていてもわかりますが、かなりわかりにくいんですよね。現在は4時間足の GMMA までの調整の下落中なので、このまま横
横の動きをすれば4時間足の GMMA が少しずつ上がってきてますので、それが追いついてきますが、もし本日値幅調整をするのであれば、昨日の安値を下抜けるような下落、4時間足の GMMA がこの辺りを走っているんですね。ちょうどオレンジの水平線が引いてある辺りを走ってますので、その辺ぐらいまで下落してくる可能性があります。昨日は一応下落から反発上昇はしているんですが、やはり上値は重いですよね。結構ヒゲとかも出してますので、本日このまま上昇していくというよりは、一旦昨日の安値付近まで下落をしてくる。そしてそこを下抜ければオレンジの水平線 182.2 ぐらいまで下落してくる。そんなイメージを持っておくのがいいかもしれません。日足のストキャスティクスも高値圏、1時間足も高値圏ですので、本日は比較的上値が重くなってくるんじゃないのかなと思っております。では次はドル円の日足から見ていきましょう。こちらも日足単位では下落しそうなところに来ているんですよね。GMMA の青帯に接触、ストキャスティクスも高値圏からデッドクロス。ということは、今現在こういう下落をしているんですよね。このオレンジの平行チャンネル、過去のこの平行チャンネルを下抜けて、そして今一旦の戻しをつけに GMMA 付近まで上がってきたと考えられますので、ここから再び下落していくというようなイメージがこの日足からは見て取れますね。ただし現在はトレンド転換期にありますので、ちょうど GMMA 付近で揉み合ってます。この揉み合いから上抜け、揉み合いから下抜けっていうことが考えられますので、今はどちらに動くのかっていうのを見ておきたいですね。基本は先週の金曜日のこの上髭下髭のローソク足、ここを意識しておくといいと思います。では4時間足です。こちらも週末に描いたものがそのまま残してあるんですが、先ほど言ったように金曜日の高値、安値を抜けた方についていくという考え方を週末にお話ししておりました。今も考え方は変わっておりませんので、基本的にはこの金曜日の高値を上抜ければそこからの上昇についていく。金曜日の安値を下抜けた場合は、そこから下落するかもしれませんが、基本的には今4時間足 GMMA 上向きで上昇トレンド中ですので、そこは注意ですね。下がったと思わせて逆向きの動きをするという騙しになる動きですね。下落すると見せかけて上昇していくみたいな動きも考えられます。ただ上昇してきたところでは日足の GMMA がすぐ上に走ってますので、今は4時間足の GMMA と日足の GMMA に挟まれている、そういう状態ですので、どちらに行くのかっていうのを見ておきたい。日足の GMMA を上抜けるのか、それがオレンジ矢印ですね。4時間足の GMMA を下抜けるのか、水色の矢印みたいな、どちらの動きをするのかっていうのを見ておきたい。ですので、この金曜日の高値安値っていうところを意識してトレードしておくのがいいと思います。4時間足ストキャスティクスは安値圏からゴールデンクロスしてきております。日足のストキャスティクスは高値圏からデッドクロスしてきております。ということはやはり4時間足対日足の今は攻防戦ですね。では1時間足です。その中で1時間足はエリオット波動をイメージしております。基本は先ほど言いました4時間足の押し目買いと日足の戻り売りの間での攻防戦になりますので、買った方に動いていきますので、基本的には金曜日のこの高値安値ですね。この高値安値というところを抜けた方についていくのが分かりやすいと思います。で、今はエリオット波動をイメージしてますので、現在まだ4波進行中ですね。ちょっと書き直します。なので、どこで4波が終わるかは分かりませんが、まだ4波が進行していると考えてますので、こんな感じですね。もうちょっと下落してくる可能性はありますが、今は一応この水平線を意識しておくのがいいですね。これ週末にも引いてましたが、143.9 付近、この赤の水平線が昨日は意識されてそこから反発してきてます。ただし今 GMMA の青帯の下にありますので、基本的には売り圧力が強い状態です。Twitter でもよく投稿しますし、基本的なところなので覚えていただきたいんですが、GMMA の青帯の上にあるときは押し目買い、GMMA の青帯の下にあるときは戻り売り、そういう力がかかりやすいですので、押し目買いを考えるのであれば GMMA の青帯が上を向いていて、なおかつその上にあるときですね。そして戻り売りを考えるのであれば GMMA の青帯が下を向いていて、なおかつその青帯の下にあるときに考える。逆に言うと、例えばこういうところですね。GMMA の青帯は上向きで、今はこのように GMMA の青帯の上で動いてましたが、例えばこの途中で一旦深く入ってくるとか、GMMA の青帯は上を向いているんだけれども、その青帯の下に潜り込んでくるみたいな動きをするときもあるんですね。ですので、そういうときは押し目買いは一旦様子見がいいです。なので、先ほど言いましたように、青帯の上にあるときは押し目買い、青帯の下にあるときは戻り売りという考え方ですね。
なので今1時間足は GMMA の青帯の下にありますので、基本的には売り圧力がかかりやすいんですね。でも GMMA の青帯今横向きに収束してますよね。ということはこれレンジになりやすいということですので、もちろん今は青帯の下にあるので売られやすい試合ではあるんですが、レンジの可能性も考えられますので、そうすると GMMA の青帯を上抜けたり下抜けたりという、そういう動きになるかもしれないというところで、今はかなり分かりにくいので、先ほど言いましたように4時間足の GMMA を下抜けるのか、それとも日足の GMMA を上抜けるのか、今はその攻防戦を待っている段階ですので、その中で1時間足ではエリオット波動の4波がいつ終了するのかなというところを見ておりますので、もう一段下落する可能性はありますが、次のエリオット波動4波終了からの5波の動きを見ておくのが、そこそこ大きな上昇を狙える、そういうチャンスになるかもしれませんので、その辺を見ておくと面白いと思います。それでは本日は以上です。この動画がわかりやすいと思ったらいいねとチャンネル登録をお願いします。そして最後にお知らせです。ノートのメンバーシップ会員を募集中です。毎朝更新の相場分析に加え、週末にはわかりやすいスキルアップ動画を投稿してます。FX で勝てるかどうかは知識量の違いが決め手です。週末動画でどんどんその知識を蓄えていってください。FX を基礎から学びたい、知識レベルを上げたい、そんな方のお悩みを解決します。また、ノートでは有料マガジンを含め、複数の視聴プランをご用意してます。ノート限定の掲示板機能では、リアルタイムな相場のコメントも投稿しています。こちらは時々 Twitter でも公開してますので、よければそちらもご覧ください。ノートメンバーシップは初月無料ですので、ご入会を検討されるなら今がお得です。また、限定動画だけをご希望なら、YouTube メンバーシップでもご視聴いただけます。詳細は概要欄をご覧ください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。たかしでした。バイバイ。